盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマはちょっと長いんですけど、目切りをしない代わりに植え替えで芽や葉の長さを調整すると。はい。ちょっと分かりにくいですけど、要はこの子目切り多分今2月の後半なんですね。2月の後半なんでまだまだその目切りできるかどうかっていうのは判断はなかなかね、まだ早いは早いんです。決めつけるのはね。でも多分この子は目切りできないかなという感じなんです。赤松なんですけど、それを、この子例に挙げるんで、実際この子は植え替えするタイミングじゃないんですけど、これがもし植え替えのタイミングだったとしたら、目切りはしなかったらその葉っぱやね芽がだっと伸びてしまうんじゃないかっていう感じもあるんですけど、これがもし植え替えのタイミングだったら、目切りできないけど植え替えでねあえてその芽の長さをね抑えて葉の長さも抑えてやろうじゃないかっていう、そういう考えもできますよというお話です。ややこしいですけど、ややこしいんでね、ふわっと聞いてくれても大丈夫です。はい。ただちょっとお時間ください。すいません。今、無料のメールマガジンやってます。メールの講座。盆栽枯らさないための松盆栽ですけど。はい。それも60通ぐらいもう作ってて、で、それが定期的に届きます。で、専用の動画も結構撮って作ってます。かなりわかりやすくて、もう結構皆さんに好評いただいて、もうなんやかんやで1200人の登録者を超えております。おかげさまで。はい。で、概要欄からメールアドレスだけで登録できますので、よかったら登録してみてください。より分かりやすく伝わると思います。はい。では本題に戻ります。目の前のこの赤松なんですけども、すごい芽が貧弱でね、今2月のせいでこの状態。で、去年は芽切りがちょっと間に合うかなと思って僕が強いとこだけやったんですけど、なんかやっぱりね、調子が悪い。でも葉っぱはすごく少ないんですけど、芽も小さいんですけど、今現時点では芽がね、つぼみというか、それはいっぱいついてるんで、今年の管理次第ちゃんと的確な判断ができたら、今年の秋とか冬にはかなり元気な状態に戻ってきてるんでないかなとは思います。はい。この子の本当賞味の世話で言うと、植え替えもせずに目切りもそうですね、強いところだけ5月の中旬か下旬ぐらいに強いところだけ切って終わりかなという感じですね。僕がよく早めの目切りって言ってる作業なんですけども、この子の今現時点での本当の今年の作業はそれです。はい。で、今回はちょっと例えばの話になるんですけども、この子が植え替えのタイミングだったとしたら、それでこの芽の状態だったとしたら、植え替えで目切りのいい効果、一部分だけいただきましょうと。で、目切りってね、切ったらやっぱ芽数が増えるっていう効果が結構一番大事だったりするんですけども、植え替えで抑制するっていう話なんで、芽数が増えるっていうことは期待できません。はい。葉の長さとか芽の長さ、芽の大きさ、そちらだけに関連する話にはなると思います。で、この弱いんで、この弱い状態で植え替えするとちょっと、あんまり良くないですね。仮にこの子が植え替え時期だとしてもね。で、こういうタイプの弱い子は、あえてこの芽がね、大きくなってからの植え替え。だから多分予想なんですけど、4月の中旬、4月後半ぐらいかな、下旬ぐらいかな、になれば、結構芽が膨らんでると思うんですよ。膨らんでるというか、サイズが大きくなってるというか、で、そういう頃にあえて植え替えをして、そこから木の成長を鈍くさせて、そのまま秋冬の状態、秋冬めがけていくと。そういうやり方もいいんじゃないかなという、お話です。はい。だからその黒松、赤松、錦松とかね、もう目切り
でその葉とか芽とかの長さ大きさを決めていくのが主流なんですけども、その植え替えであえてその芽切りをせずに済むような、芽数だけは増えないけど葉とかの長さだけはねそれなりに揃うとかね、そういう方法も、この子はちょっと元気がないんでね、芽切りができないっていうとこからのお話になりますけど、芽切りができそうかなできなさそうかなみたいな、で植え替えもいるなみたいな木がもし、ご自宅にねお持ちでしたらね、芽切りまではなかなか芽切り結構厳しい作業なんです。結構全部の芽を切らないといけないんで。で植え替えも作業として厳しいんですけど、その芽切りギリギリできるかできないかのあえて植え替えをして芽切りしないっていう、そういう方法もねありますよというご説明なんですけど、自分で言っててこれもうかなりややこしいなと思っちゃうような言い方をさっきから僕ずっと言ってるんで、今回のお話そうですね、もうようわからんわというお叱りも全然大丈夫です。なんとなくちょっと伝わったら、そうですね、今回混ぜこねちゃおうかな。その芽切りが全てじゃないですよと、歯とかその芽のね長さとか決めるのに、植え替えっていう方法も使えないことはないですよというお話ですね。で植え替えしたら芽切りはちょっと控えるか、長い芽だけを早めに切る。6月とか7月とか、6月下旬とか7月上旬じゃなくて5月の中旬とか下旬ね、本来の芽切りよりだいぶ早い時に強めだけ切るとかいう対処も合わせて、それもするかしないかもうこの芽の伸び次第なんですけども、これどんどん言えば言うほどちょっとこんがらがってきまして申し訳ないですけど、大丈夫ですかね。こんな回もあってもいいかなという感じで盆栽よく知ってる人でもお前何言ってんだってなるかもしれないですけど、とりあえずね木をよく見てここ根元の方もねよく見ていろんな対処あるんで、ほんまにわからんなと思ったら僕にどっか国家からメールででもね相談してくださいお時間ちょっとかかるかもしれないですけど、そのうちにはお答えできると思うんで、そんな方法もありますよとコメント欄でもねなんか質問いただけたらそこでもお返事できるんで、コメント欄がいいですね。 YouTube のコメント欄で今の分かりにくいここどうなんやってもう一回聞いてくれてもいいです。なんか後半言い訳ばっかりになりましたけど、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メルマガジンもよろしくお願いします。